グータラズです。今日はね、久しぶりの ER34 のプロジェクトですね。最近、軽キャンピングやら、他のね、プロジェクトが忙しくて、めっきり手をつけてませんでした。内装の転写シートで終わってんのかな。最近ね、雪降る前になんとか移動さなきゃダメだから、とりあえずね、走れる状態、とりあえず着地できる状態までね、持っていきたいと思います。そうやって言ってもね、やっぱりカスタムとね、同時進行ですので、今回はね、ニスモのロアーム、フロントとリアだね。これが手に入ったんで、それにね、ロールセンターアダプターをね、組んでいきます。そう、このボールジョイントがちょっと長くなるっていうロールセンターアダプターですね。なのでね、この純正のボールジョイント、これをね、ロアームから抜いていきます。これがね、なかなか抜けなくてね、必死に叩きました。叩けばね、なんてことないです。こう、ポロって取れますから。固くぎっちりはまってるだけなんでね。ワッシャー取って、そうすればね、綺麗にポロって取れますから。そう、錆びってるのでね、ちょっとね、ここもね、錆びを落としてあげて、それでね、ロールセンターアダプター。ロールセンターアダプター、っていうよりも、ちょっと長いボールジョイントだね。SS キットとは違ってね、この車高が変化するとはないね、これはね。SS キットを組んで車高が下がるっていうのは、ロールセンターアダプターによる、なんていうのかな、副産物ですからね。でね、ロールセンターアダプターで車高が落ちないね、車種もあります。それがこのタイプですね。これをね、また、ボックスを利用して打ち込んでいくだけです。最後までね、きっちりこう打ち込まないと隙間ができてたりするんでね、きっちり見ながらね、叩いてあげましょう。やっぱそのまま叩くとね、ボールジョイントぶっ壊れますから、こう周りの縁をこう叩いてあげる感じかな。本当は圧入がね、プレス機があればね、圧入できるんですけどね、プレス機ないもんで、何せね、プライベーターですからね、あるもの全てを利用してね、必死に作業しております。でね、付属のグリス、これも投入しておきましょう。最初からグリス入ってんだけどね、付属でグリスも入ってたんで、一応ね、たっぷり入れておきました。この辺はね、たっぷり入れておきます。純正より 15mm 長いボールジョイントですね。これによってちょっとロールセンターが補正されるってわけです。そう、ブーツをね、クリップワッシャーでね、留めます。これがなかなかきつかったな。爪が割れそうになるの、これ。これをね、すべて4箇所取り付けていくわけです。これは結構簡単な作業でした。抜いて入れて、力技ですけどね。抜いて入れての作業ですけど、力技でなんとかね、できました。プレス機で最初やるのかなと思って、ね、車屋さんに聞いたら、あんなの叩きゃ取れるよって教わったんですよね。取れんのと思って。叩きゃ取れるよって教わったんでね、よっこと2人で作業してます。取れるんだって話でさ。そう。これがね、フロントのロアーム。これをね、交換していきます。これはね、もともと車両についてたやつだね。なので、リアも、これを機に、ニスモのね、エアームにしました。ほら、綺麗に取り付けです。エアームのね、中古なので、これも綺麗に塗装し直して、そんでね、取り付けしたいなと思ってます。フロントもね、ついてたからやっぱりね、ちょっと汚いよね。なのでね、これを機に、きっちりね、塗装してつけようかなと思っております。やっぱ綺麗な方がいいもんね。綺麗に塗装し直そう。少しほら、純正と比べれば 15mm 長いだけなんですけど、それによってちょっとね、このアームが下がるんでね、ロールセンターの補正につながるっていう感じなんでしょうね。ほら、綺麗になった。綺麗にね、塗装しました。錆止めを塗っておきましたね。錆止め塗って、で、塗装して。でね、車庫帳も、以前ね、綺麗にした車庫帳も、これもね、一緒に取り付けていきます。そう、ずっとこのまんまだったんだよね。このまんま放置でした。まずはね、フロントから。フロントはね、もともとついてたロアームを外してね、で、ロールセンターアダプターつけたので、取り付けるだけです。これをね、取り付けるだけ。本当に簡単な作業です。
本当にね、ポンってつけるだけ。ポンってつけるだけです。ちょっとね、そのボールジョイントの入り具合だとか、ちょっとこう微妙に動かさなきゃダメですけどね、誰でも取り付けれます。そう、見てわかると思うんですけど、ローターサビッサビでしょ。これはね、研磨出します。研磨出しましょう。前はね、確かね、まだ新しいんだよな。確か、新しかったはずなんだよ。なのでね、買うともったいないからね、研磨で終わろうと思って。ね、綺麗に取り付けできました。綺麗だね、やっぱり。綺麗だと気持ちいい。やっぱりこう、違う色のね、なんかアームだとか、メンバーも本当はね、違う色にすればこう、やってる感出るんですけどね。まあ何せ下だから、見えないからいいやと思って。サビ止めもね、いろいろ吹いちゃったからさ。そう、問題はリアなんです。リアはね、交換なんです。ほら、ここ、めっちゃ固着してるっぽいんだよね。しかも、残念なことに、割りピンが折れました。最悪だね。最悪です。もう折ろうと思って折ったんじゃないんだよ。もう抜こうと思って抜けなくて、もうしょうがないから折ったっていう感じです。そこのね、割りピンすらね、固着して抜けませんでした。そう。やっぱね、遠回りしちゃった。と思って。なのでね、エアソーで、ナットを切りました。大変だったな。タガネで叩いて、切って叩いて、切って叩いて。そう、ナット1個外すのに1時間かかりました。すごい大変。ほんと嫌だった、これ。ほんと大変でした。やっぱりね、錆びてる車はこういうとこあります。あるよね。絶対固着してる。ああいうとこ絶対取れないもんな。本当はね、ドライブシャフトも外してね、サンダーでガーンってやっちゃおうかなと思ったんですけど、外すあれがなかったんだよね。道具がなくてさ、このままやっちゃおうと思って、やるしかないなと思ってね。このままやりました。そう、取り付けはね、ほんと至って簡単。また至って簡単。本当に。外しちゃえばね、あとはね、取り付けるだけなんで、まあ、これやるまでにすごい時間かかったな。まあ、こういうタイプのね、ロールセンターアダプター組むのがね、初めてだったんですよ。なので、まあ、地上に下ろしたとき、走ってみてどういう風にね、なるのか、ちょっと楽しみなところはあります。で、まあ、ローアームもね、本当は純正をね、加工して補強しようと思ったんですけどね、たまたまね、安く買えたんで、ニスモのね、ローアーム。だからね、ニスモにしました。やっぱニスモって書いてるだけでいいじゃないですか。そう、締め付けはね、一時状態でね、締め付けてあげましょう。まあ、どれぐらいのね、まあ、一時なのかな。まあ、本当にね、目分量だよね。適当だよね。本当はちゃんと測るんでしょうけど、いつも適当です。これね、きっちり締めてあげましょう。そう、リアのね、ローターもね、研磨出します。リアはね、ちょっと波打ってたな。でもまあ、買うより安いだろうって思ってね、研磨出します。まだ使えるよ、多分。車庫帳もね、取り付けていきます。ER34、R34、全般的にそうなんかな。リアのね、車庫帳がめっちゃ長いんだよね。そうそう。反対側ね、次の日やりました。がっつり固着してた。反対側。もっとひどかったな。いやー、必死に取ってこれ、見て。やっと完成です。取っちゃえばね、もう取り付けはなんてことないんですけどね。本当にナット1個外すのに筋肉痛になりました。やっぱりね、ほら、綺麗なのが気持ちいい。ニスモのね、ニスモシルバーって感じでね。ニスモって書いててやっぱいいね、ニスモのね。まあ、この ER34 いろいろね、まあ補強パーツいっぱい入ってます。スタービンもね、変わってるでしょ。テンションロッドも変わってたりね。なのでまあ、そう。そんなことより、研磨機の、こんな錆びてんだよ。こんな錆びてると思ってさ、めっちゃ錆びてんな。そう、14,000円だって。まあ、交換より安いですけどね。まだ使えるんでね。次はね、いよいよブレーキ組んで。で、ブレーキはね、キャリパーは以前オーバーホールしてあるんです。してあったんでね。で、抜きして、ブレーキ組んで、
で、いよいよ地面に降りれるかなって思うんですけどね。まあ、タイヤがないんですよね。タイヤがない。タイヤどうしよう。タイヤなんか買わなきゃダメだな。ってことでね、今回、滞ってた ER34 のね、作業になりました。まあ、やっとね、足回り組めて、本当にあとは地上に着地できるかなっていう感じまで来ました。まあ、あとはね、インテリアだとかの張り替えもあるんですけどね、その辺もぼちぼちやっていきながら、塗装は来年になるかな。バンパー組んで、だな、塗装は来年ぐらいになると思います。ということでね、本日久しぶりの ER34 の動画になりました。まあ冬がね、来る前にね、なんとかガレージの方にね、移動しなきゃダメなので、着地させてね、走れる状態まで持っていきたいと思いますんでね、次回も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。